じゃあそのわけで、今日は、新人工房の定番のラウンドファスナー長財布、こちらですね。こちらを、皆さんと一緒に作っていこうということで、動画にまとめました。で、こちらのラウンドの型紙は、概要欄に、無料でダウンロードできるようにしていますので、まだご覧ください。で、この道具のキットも、URL 貼っていますので、まずそちらを見ていただけると嬉しいです。じゃあ早速作っていきますか。ではまずはじめに表胴から、釣っていこうと思います。この表胴に、こちらの、胴の芯貼って、コバを塗って、表胴を完成していきます。というのもこの後に内装を作っていくんですけど、段取り的に先コバ塗って乾かした方が都合が良いので、表胴からやっていきます。で、芯が貼れたら 5mm の両面テープを使って、この先ほど貼りました芯に沿って、両面テープを貼っていきます。では続いてコバ塗っていきますね。それではコバが塗り終えたので、こちらで乗せて乾かせていきます。こちらは取り受けの100均で売ってるようなものなので、かなりおすすめなのでぜひ使ってみてください。表胴を乾かしてる間に内装の組み立てやっていきますね。まず 5mm の両面テープを使って、カード類のこの点、へり返していきます。両面テープ貼って、でそのまま当たりをつけてテープをめくり、その肩のついたところをへり返していきます。こんな感じです。で続いてカード前も同じように貼っていきます。カード前に関しては、上下へり返ししますので、両方に貼って先ほどと同じように当たりをつけて、でテープをめくりへり返ししていきます。で続きましてカード台の輪差も同じようにこちらの辺とこちらのコイン側、小銭入れ側の辺も、この時に処理していきます。で同じように両面テープの当たりをつけて繰り返す。こんな感じです。それでは先ほどへり返しました点を、カードの点を、1枚塗っていきます。最初だけ返し縫いしてあげて、でこんな感じです。で連続で塗って、後でまとめて切るというスタイルが無難かなと思います。カード前も、カードバターも、合わせて同時に塗っていたら、効率がいいです。では点が塗れましたら次2mm の両面テープ使ってこのカード段の下、貼っていきます。これなぜ 2mm にするのかと言いますと、カードを実際入れた時に両面テープの糊がついちゃったりする恐れがあるので、2mm の細いテープを使ってこの端っこはみ出さない程度ギリギリに貼っていきます。では次はこのカード輪に実際にカード見込みを貼っていきます。この角の、切り込みに合わせて、貼っていくと、段取りが良いです。でカードの下塗れましたので、次はカード前、こちらも 2mm の両面テープを使って、下に貼っていきます。では両面テープ剥がして、カードの下に貼っていきます。それではラウンドのガイドを使って、センターラインに、ステッチを入れるためのライン引いていきます。それでは、センター塗っていきます。下を返し目、返し縫い2目やります。
でここは3目いきます。では糸処理、ハサミとライター使って糸止めしていきます。では次ファスナー、ゴムのりを使って、作っていきます。この先っぽなんですが、2回折って、仕上げていこうと思います。乾いたら、このように一度折って、でもう一度ここにゴムのりつけて、で一応ミシンここ縫うんですが、叩いておいた方が目取りもしにくいので叩いておいた方が、縫いやすいと思います。それではコイン裏に、コイン裏の芯を貼って、組み上げていきます。ちょうどサイズがこの型、切り込みというか角度つけてますので、そこに合わせていただくと、ちょうどかなと思います。でまた同じようにこの点のところを 5mm 両面テープで貼ってへり返しして仕上げていきます。でへり返していきましたら、ここ一周を 5mm 両面テープで、貼っていきます。それでは次、カード技に、ファスナー貼っていきたいので、この端に、ね、3面の両面テープ貼って、仕上げていきます。およそ真ん中あたり狙って、貼っていきます。こんな感じでひっくり返して、先ほど用意しましたこのカード裏、コイン裏かを貼っていきます。でへり返した方をファスナーの方に合わせて、貼っていきます。こんな感じです。ではこのファスナーのところを踏んでいきますね。カードはさファスナーのところ無事縫えましたら、5mm の両面テープを使ってですね、こちらのカード段のところと、小銭入れのこのお尻のところの1箇所で残りまたカードのところを貼っていきます。で貼れましたら、このコインケースのところだけめくってこう貼り合わせていきます。こんな感じで。それでは次先ほど完成しましたカードに、マチを縫い込んでいきたいので、あらかじめこちらに 5mm の両面テープを貼って下準備していきます。こちらは小さい方、こちらも両面だけで大丈夫です。でこちらの方、大きい方のマチは、このようなゲージを使ってあらかじめラインを引いていきます。で端は両面テープ 5mm を貼っていきます。それでは小待ちの方をコインのお尻の方に合わせて半分で縫っていきます。で幅は、およそ 5mm、6mm ぐらいの幅で縫うと、マチの落ちる心配もないかと思いますので、それが調整として良いのだと思います。では縫っていきます。上はだいたい3回ぐらい、返しにしていただいたらいいかなと思います。下も同じように3目返しで仕上げていきます。では大きい方のマチ縫っていくのですが、先ほど引いたラインこちらに合わせていただいて、で曲げて、でこれで縫っていきます。
で反対側も同じようにこのラインに合わせて、折って縫っていきます。それではこの小銭入れの底、このままじゃと小銭抜けちゃうんで下縫っていきます。でそれで中作りが完成いたしましたので、続いて胴の裏作っていきます。この白ボンドと言われるものを今回は使用していきます。でこちらの普通のホームセンターに売っている、タイルを使っております。だいたい5ミリ幅くらいでこのように皮の方に塗っていただいて、で胴裏のこちら釜ございますので、ここを狙って貼っていってください。こんな感じに軽く押さえて、ではみ出とかちょっと拭き取って、で反対側も同じようにやっていきます。それでは裏返してこちらの胴の裏の芯貼っていきます。それではこのはみ出した部分、芯の外の部分を、手で、カットしていきます。でこのようにカット終わりましたら、次まだ5ミリの両面テープを使ってこのようにファスナーの巻くところを、両面テープで貼っていきます。それでは今からファスナー巻いていくんですが、このように木型使って、挟んでそれを当てに作っていくんですが、このまだ木型簡易に作る方をまだ別の動画で用意しますので、そちらまたご覧いただけますと幸いです。じゃあこれ使って、ファスナー巻いていきます。でさっき両面一通り外しまして、でこのようなメガネクリップ、目玉かな、挟んで、ファスナー巻いていきます。で人によりますが、この角を僕はピンセットで、このように寄せていきます。で寄せたところをハンマーで軽く叩いてあげると、ファスナー巻きの完成です。こんな感じです。それでは先ほど完成しました中作りをこちらに貼っていきます。ポイントはこちらの今スライダーが来てる方に、こっちの小町の方を合わせて貼っていきます。ちょっとファスナーめくってこのように下に合わせてそれでいく感じです。で反対側も同じように貼っていきます。こんな感じです。それでは先ほど貼りましたところを、この字にミシンを使って縫っていきます。ではそれではもういよいよ最終工程に入っていきます。マチの両面テープを剥がして、こちらの背側から貼っていきます。で一番初めに用意した表胴もうコバが乾いていますので、ここに貼っていきます。もうここはもう指の感覚で胴がはみ出さないように貼っていきます。こんな感じです。今から最後のまとめしていくのですが、定規の設定なんですけども、この押さえにこちらの、定規押し当てていただいて、
やや浮かすのが、ポイントです。ファスナーが通りますので、それもちょっと浮かしてセットします。こんな感じですね。ではまとめていきます。こちらにあらかじめピン打ってますので、スタートラインはここでいきます。で上下下ろして、で返し縫いは2目いきます。で気をつけていただきたいのが、この第2カーブの時にこの下のマチがめくれ上がる時があるので、ここはちょっと慎重に、上下上げていっていただけると分かりやすいかと思います。でこのカーブの終わりに差し掛かった頃にこう下から見てマチが巻き込んでいないか確認して最後までまとめていきます。ではそれでは反対側も同じように貼り込んでいきます。ポイントはちょっとカードより1ミリぐらい気持ち外に貼ると、綺麗に、最後まとめしてあげることができます。ここも指の感覚を頼りに胴が下のマチやこの見つけより外に出ないようにうまく貼っていきます。こんな感じです。それではまとめていきます。それではここまた同じように、ピンに合わせて、まとめ開始いたします。右手にコバ塗って、最後の仕上げやっていきます。でコバ塗れたんで乾かしていきます。それではコバ乾きましたので、まず D カン通して真ん中ぐらいに置いて、で両端をゴムのり塗って、貼り込んでいきますね。でこれで乾くまでしばし待ちます。ではゴムのり乾きましたので、半分に針で合わせていきます。こんな感じでいい感じです。でこれで塗っていくのですが、落ちないように気をつけながら塗っていきます。で最後ハサミで切ってライターでしっかり留めて完成でございます。それでは最後この引き手つけて完成でございます。うちはこのように最後に握るようにやっておりますが、ファスナー巻く前にあらかじめ通して、ハンマーで殴って完成する方法も別にやっても全然大丈夫です。こんな感じでラウンドファスナー長財布完成いたしました。そのわけで、ラウンド長財布無事完成しました。ちょっと取んのめっちゃ手こずらんかった。最初は一発目やからな。いつも作ってるラウンドやねんけど、100倍ぐらいむずなかった。むずかったし、しかも最初ここで撮ってたけど、もう最後らへんもう1回でもう脚立なしと。でなんかさ、今日に限ってミシン調子死ぬほど悪くてさ、カード作ってる時にさ、糸つってさ、途中変えたもんな。ちゃんとできてるやつに作り直して。でもう一個のミシンに移動したメモリ8にしてんのにトコトコトコしか動けないみたいな。この中で、今回ラウンドファスナー長財布の、ハウトゥーものって言いますか、やりましたが、この感じで我々新進工房の作品全部今後、型紙無料ダウンロードで、今回ボディもこの材料全部揃えたキットも、ご用意いたしましたので、まだよかったら概要欄から見て、材料、一気に用意しましたので、そちらでご覧いただけますと嬉しいです。この間材料ドカってきて動画見たら作れるよみたいな感じで、初めてやりましたんで、分かりにくいなと思う点多々あったと思うので、その辺はまた毎週ライブ配信結構やってますんで、そちらでリアルタイムでこの言い方どうやんのとか、気軽な感じで聞いてくださいましたら、リアルタイムで、返事することもできますので、こんな感じで今後もハウツーものやっていこうかと思います。じゃあそのわけで今回はラウンドファスナー長財布の作り方でございました。次回またお楽しみに。ありがとうございました。さよなら。